こんにちは、アンナスです。今日はユニクロのコントワーデコトニエっていうブランドとコラボしているやつかな。それの、エンブロイダリーブラウス5分袖の3990円の服を買ってみました。もう刺繍っていうかもともとこういう柄が入ってる布で、裾も刺繍が入ってて、もうこれだけで十分可愛いんですけど、でもやっぱシンプルなので、ここにやってみようかなと思ってます。袖にやっても可愛いですけどね。はい、では手元の方にどうぞ。はい、それではコントワーデコトニエっていうコラボブランドがあるんですけど、それの服を刺繍します。これだいぶ前に買ったんで、いつだっけ1、2ヶ月経ったんですけど、今見たらもうセールになってて、M サイズと L サイズはネットでは売り切れてたんで、もしかしたらちょっと大きめで L サイズとか 3L とかそういうの買ってもらってやるか、ちょっと似たような感じで申し訳ないです。そんなに早く売り切れるものだとは思ってなかったんで。それで、ここに刺繍が入ってるんですけど、その上からモチーフの刺繍をしようと思います。結構もうすでにこれだけでも可愛いんですけど、でもなんだかんだでやっぱシンプルなんで、ちょっとゴテゴテさせようと思います。アンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツのお花の意外と食べ物の刺繍の本なんですけど、このレモンを刺繍しようと思います。お花でもいいかなと思っていろいろお花も考えたんですけど、レモンが可愛いかなと思うんでレモンにしてみます。そしていつものように拡大しました。ちょっと拡大が下手くそで切れてますけど、ギリギリレモンはいけたので、これで写します。で、布地的には全然薄いので、チャコペーパーでなぞればいいと思うんですけど、左右反転させたりとか、左右を、バランスよくやりたいなと思ったので、今日はスマプリにします。だからバランス取れる方はチャコペーパーの方が消すとき楽なんで、どちらでもいいと思います。で、開けると中に A4 サイズが2枚入ってます。でもだいぶ使い切ってて、もうこんだけしか残ってない。本当はこの A4 のサイズが2枚入ってるはずです。そしてこの上のこの図はこの上のレモンと下のレモンをこっちとこっちで写そうかなと思うんですけど、とりあえずこのザラザラの方に写します。で、いつものようにステッドラーのピグメントライナーの 0.05 で写していきます。図案ギリギリに描くとちょっと写ってない。図案をギリギリに描くと刺繍するとき刺しにくいので、ちょっと外側1センチほど残しておいて、この外側の太い線だけ写していきます。で、斜線は写さなくていいです。これで2枚写せたんですけど、もう切ってあります。ハサミで切ったんですけど、反転させたいんで、紙をペラッと裏返しにして、これでまた写していきます。はい。では、描けたので、写していきます。図案の上にあった部分を下にしての方が入りやすいかなと思って、ちょっと
こっちが上にあった図案でこっちが下にあった図案なんですけど、逆にしてでこういう感じでこうちょっと最後まで見ていただくと最後の方に写してるので、どうやって貼ったかはちょっとそれ見てください。でスマプリって全部引っ張ると全部ぐちゃぐちゃってなりやすいんで、ちょっとだけめくっておきます。でこのシールちらっと見せた状態にしておいて貼ります。角だけ貼ります。であとまだ浮いてる状態なんですけど、これでゆっくり剥がしていきます。ちょっとずつ貼りながら剥がしていきます。でこっちの下の部分も同じようにして貼っていきます。で位置は、ここの葉っぱの頂点の延長線上がここの襟の角になるように、だいたいそれで、だいたいの目安でいいと思います。服着てる時って結構服がこう動くので、ちょっとぐらいずれてても多分そんなに気にならないとは思うんですけど、そんな感じで貼っていってください。こんな感じで図案が写せました。こっちは楽々に貼れたんですけど、反対側を合わせるのに結構苦労しました。なんか微妙にこの花の刺繍の位置がちゃんと合ってるようで合ってない。これがもう中心じゃないんで、まあいいや。そんな感じです。で、色はこんな感じです。なんか561が好きすぎて2本作ってたっていうね。で、なんかこれよく見たら私、オフホワイト買ってたんですね。なんか黄色かと思って、イエローも売ってるんですよ、このシリーズ。なんですけど、イエローじゃなくて私はオフホワイトを買っていました。全然なんか黄色っぽいんですけど、それはさておき、刺繍枠をはめていきます。まずはレモンからやっていこうと思います。この刺繍が入っているところの上から刺すとき結構刺しにくそうなんで、それだけ気をつけてください。だからできるだけ上にかぶらないように、でも皆さんの服がどういう柄の出方になってるかわかんないんで、ちょうどレモンの上に丸かぶりしている場合はちょっと大変ですね。買うときにその辺も見れたら見た方がいいかもです。もう私はネットで買ったんで、そんなことを考えずにそのまま買いましたけど。で、黄色ですね。727の、3本取り。この6本の中の3本。1本ずつ抜いて、この三つ編みの作り方は過去の動画でやってるので、それを見てください。売ってるやつは8メーターで長いやつ売ってるんで、それをほぐしてこういう形にしてます。簡単なやり方があるんで、使いやすい長さの65センチにカットせずに、65センチをいちいち測らずにカットできるんで、そのやり方はぜひ見てください。そして、チェーンステッチで埋めます。これ見本のやつは元のやつはサテンステッチなんですけど、これサテンステッチでは無理なんでロング&ショートになっちゃうんですけど、ロング&ショートだと結構大変なのでレモンの形取りにくいんですよね。なのでこれはチェーンがもういいと思います。まず線の上から出します。で、針を同じ穴に刺して2、3ミリぐらいのサイズ頭を出します。で、糸をかけて上に引っ張ります。結構もうギュッと引っ張ってください。そうすると輪ができるんですけど、できるだけ輪はもう小さくしてもらって、で、糸を反対の指で避けてもらって、輪の中に刺して、またさっきのサイズ頭を出します。でもここに糸がかかってるんで、もうそのまま上に引っ張れば輪になります。っていう感じで、まず一周ぐるっと
でどこから始めるかっていうと角から始めるとやりやすいですね。だからレモンのこのちょっとポコッと出てるところの曲がり角があるんで、そこからスタートして、で次のポコッとなっているところでちょっとコツがあります。はい、これでこの角のとこまで行きました。そしたら続きでやらずにこれ一旦止めるんですね。90度とか45度とかちょっと角度がついているものは続きでやると角度が出ないです。なので一旦終わらせて、これチェーンステッチの糸がなくなった時もこれでやるんですけど、最後に作った丸のところから針を出して改めて向きを変えてやると角が出やすくなります。でまたこうやって続きをやって、でここはカーブがきついのでちょっと細かくやるといいですね。ステッチの幅が大きいとカクカクするので、ここだけちょっと細かくやって、でまた90度の角度がついているところが出てくるんで、そうするとまたさっきのように一回針を外側に刺して終わらせて、でまた改めて最後に作った輪の中から針を出してまたスタートするっていうのをやります。それで1周できたら、今度2周目3周目って感じで、ぐるぐる埋めていきます。なのでこう1回ここまでいって終わったらまた次2列目3列目で、なんか2列目でやるときはここの角度強調しなくていいので続きでやってもいいと思います。でも埋まるまでずっとぐるぐるやって、最後は多分1列やって終わりみたいになると思うんですけど、それで全部埋めていきます。レモンができたので茎を作っていきます。茎はもう玉留めしてあります。4本取りでアウトラインステッチです。まず1目作ります。2ミリか3ミリぐらいです。でその後ちょっと先から出して、こうカーブがかかってるんで、今刺繍糸がまっすぐなのでギュッと糸を押して糸の下に刺します。そうすると1つ目が少し曲がるので、またちょっと先に出してギュッと押して刺す。でこれを繰り返していきます。で途中に茎があるんで、茎ってこれですね。なのでちょっとこの辺まで行って、ある程度先まで行ったら少し戻ってついでにやってもいいと思います。でここはストレートステッチでいいです。無理に分ける必要ないですね。そんなに大きいスペースでもないんで。でまた戻ってアウトラインステッチで、この長いところはストレートでやるとちょっと長すぎるので、ここは分けた方がいいかなと思うんで、ちょっと進んだから刺繍枠をはめ直します。これも先にここやらないで、まずある程度仕上げてしまって、重なる部分はもう完全にアウトラインステッチが仕上がってるっていう状況にして、でそこからアウトラインですね。でまた戻ってきて、戻る時にちょっとここいきなりビュンと飛ぶと長すぎるんで、裏に絡めながら近くまで戻ってきて、でまた続きで今向かって、右側に
重ねているんですけど、今こういう風に向きが変わってきたんですね。で、こういう向きだからこっちに押して刺すって言ったんですけど、もうこれはこういう癖がついているので、向きが変わったからって言って左に刺したらダメです。そうするとなんかガタガタになるんで、もうこの一列は今もう一回右って決めてるんで、ずっと右だけに刺してください。っていう感じで、ちょこちょこここの辺りの茎を作りつつ、アウトラインを進めていきます。ここは短いからストレートステッチでいいですね。ここからサテンステッチになっていくんですね。で、今アウトラインステッチの途中なんですけど、だんだんここの面積が出てくるので、結構先に刺します。2、3針先に刺して、ここは、いつものように、違うな。アウトラインがここだから、サテンステッチに徐々に斜めサテンステッチにしていくので、ちょっと先に出して、ここはサテンステッチっぽい感じで埋めていきます。なのでだんだんこうなっていきますね。重なる部分が半分ずつだとアウトラインステッチで、完全に重なる面がほぼ幅が一緒なのがサテンステッチですね。だからこの切り返しの途中の部分がちょっと微妙に難しく感じるかもしれないですけど、だんだん重ねる幅を広げていくといいです。なので、ちょっと今糸が終わってしまったんで新しい糸を出すんですけど、新しい糸を出すときは裏に絡めてください。そういう感じで今この続きをサテンステッチでどんどん埋めていきます。これで、サテンステッチをそのままこういう感じで、下絵はもうちょっとあるんですけど、なんか物としてはこれぐらいでいいかなと思うんで、ここで一旦もう終わりにしようと思います。2回ぐらい絡めたらもうほどけないんで大丈夫です。でこんな感じで、あとレモンとでここの葉っぱも刺していきます。なんか2色ぐらい使おうかなと思ったんですけど、あんまり差がないかな。もう少し薄い黄緑にしようかな。そしてじゃあちょっと葉っぱの刺し方の説明をします。サテンステッチなので、どっかに基準を入れて半分ずつ埋めれば埋まるんですけど、そうすると頂点が小さい点々になってしまって作業しにくいんで、とんがりが綺麗にできないので、まず頂点を作ります。そして左右は葉脈にしたいので45度ぐらいの角度で刺しておきます。これ多分本の刺し方もこういう風に書いてあると思うんですけど、ここが刺し始めです。で線の通りに刺して内側は同じ穴に刺す。なので放射状に刺している状況に最初なります。で、こっち側も反対側も埋めて、でもう最初に頂点を作ってしまってから半分ずつ埋めます。で半分ずつ埋める時はどうするかっていうと、斜めを保ちながらなんですが、もうちょっとすでに横向きになって、このままいくとちょっと真横になりそうなんで、外側は普通に刺すんですけど、内側は針1個分ぐらいちょっと斜めに刺します。こうすると斜めになります。で隙間が空いてたら戻って足してください。でまたもうちょっと斜めにしたいな。なのでまたちょっと離れた場所に針を刺します。でまたここ隙間が空くので
埋めます。っていう感じを繰り返していくと結構斜めになってくると思うんですね。結構斜めになってきたらもう普通に刺していってください。でこうやってここ隙間空いてるんですけど、隙間が空いてると反対側刺した時に結構ここガタガタに見えてしまうんで、ちゃんと内側もしっかり埋めて、なんか外側は割とぎゅうぎゅうに刺すんでまっすぐになるんですけど、内側がちょっとその斜めにしようと思うとやっぱ本数が足りなくなってくるんでガタガタになりやすいです。でこんな感じでまずとりあえず半分埋めてください。右左一緒に埋めると中心のこのラインがガタガタするので、真ん中にステッチを入れているわけではないんで、溝で表現してるんですね。なのでまず片側を全部埋めてから反対側も埋めていきます。こんな感じでまず半分刺せたらもう半分刺していくんですけど、この時に内側から針を出すと結構難しいんですよ。糸割ったりするんで。なので外側から針を出して手が上にいる時に同じ穴を狙う方がやりやすいので、これで反対側も刺していきます。こんな感じでどんどんレモンと葉っぱをただひたすら埋めていくんで結構時間はかかると思うんですけど、出来上がると結構いい感じになるんじゃないかなと思ってます。はい、では出来上がりました。こんな感じです。結構派手結構派手になりましたね。ちょっとまだスマプリを取ってないんですけど、この後スマプリを取ってもう全然違いますね。もっと清楚な感じだったんですけど、夏って感じになりました。これからの季節結構活躍しそうです。ぜひ皆さんも真似して作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと会員制のサイトで毎月の刺繍っていう会員制のサイトやってるんですけど、そこのもぜひ入っていただけたらなと思って、毎月新しい図案を一つずつ、アップしていきます。で、あと抽選会、私の作った作品を皆さんに抽選会でプレゼントしたりとか、あと限定ライブしたりとか、結構ワイワイ楽しくやっているので、もしよかったら図案ダウンロードだけでも参加してもらえたら嬉しいです。過去のやつは全部見たりダウンロードはできます。あとはね、この場所で教室やっていたりとか、ここの1階にお店もやっていたりとか、お店のものはネットショップでもだいたい販売してるんですけど、そんな感じでいろいろやってるので、ぜひどこか接点があると嬉しいかなと思います。ではでは、また次回よろしくお願いします。それではさようなら。